show you happiness? Now can I show you my feelings? Can I show you happiness? Now can I show you happiness? Now can I show you my feelings? Can I show you happiness? Now can I show you happiness? Now can I show you my feelings? Can I show you happiness? Now can I show you happiness? Now can I show you my feelings? Can I show you happiness? Now can I show you happiness? Now can I show you my feelings? Can I show you happiness? Now can I show you happiness? Now can I show you my feelings? Can I show you happiness? Now can I show you happiness? Now can I show you my感染者速報でお伝えします。今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は4051人でした。4000人を超えるのは去年の8月27日以来です。要はアゲハになる前のゼップでやったイベントの話してない。もともとなんでアゲハのチーム集まったかっていうと、そのアゲハのプロデューサーがゼップ東京のクラブイベントの担当をやろうっつってマザーっていうイベントをそこでやるっていう日本初の試みがあって、でそれがですね歴史稀に見る大失敗で、エンマが DJ やってて、その費用にすごいスピーカー持ち込んでたんだけど、でその前にうわーって人がいて、でこれやばいんじゃないのって言ったら、そのスピーカーよく見てグラグラ揺れてて、わこれ倒れるんじゃねえかなみたいなっていうぐらいの一夜があって、でそれがなんか1週間ぐらい予定があったんだけど、その次の日の朝いきなり電話かかってきて、ちょっと来てくれっつって、何っつったら、いやもう使わせないって言われちゃったよみたいな、嘘っつって、でそれでみんな結構借金ができちゃったりなんかして、で一回解散して、である日突然誠司がともう一人が来て、でいやあれをちゃんともう一回やるんだと、でイビザのパシャみたいな場所が見つかったからやるんだって言ってて、でその当時イビザとかも全然みんな分かんないし、パシャみたいな感じだったけど、プールがあって外があってっていう、これを実現するんだっていう話してて、また始まったよみたいな。当初、ある、金融屋さんがスポンサーになってお金を出して、ちょっとクラブを作ろうみたいな話になって、それはドリームスタジオっていう企画だったのかな。話が来た時にとってももう本当身震いするぐらい、もう本当に規模が大きすぎて、何言ってんのというぐらい、夢は本当に大きくていいんですけど、あそこの新木場のあの場所が更地だったんですけども、でそこを見つけて、よし行けると。で事業計画を作りまして、で事業計画と、設計もある程度できたところで、そのいわゆるインベストメント、いわゆる投資をしていただける方を探さなければいけない。具体化するまでは、夢を語るようなところで終わってたんですけども、それがようやく具体的に、宇野さんのおかげで成立して。私を実際優先に誘っていただいた役員の方と立ち話がたいろんな話をするときに、何話してんのっていう感じで来て、その場で本当に立ち話で僕5分間ぐらいいきなりプレゼンテーションするような形になってですね、
そしたら本当5分後ぐらいにですね、小野さんが面白いよねって話になって、ちょっと前向きに考えたいからちょっと詰めさせてくれっていうような、すごくもう一瞬で決められたみたいなとこがあって、日本にそのイビサのクラブのようなものを作りたいと。でそういう大きな夢構想を持っているんだけど、なかなかそれを本当の意味で理解をしてくれるような人が、なかなかいないと。当時の事業計画で書いてたのが、投資額7億円という金額だったんですね、当初は。それがこうしたいああしたいというふうに言ってるうちにどんどん寄与が膨らんできて、それが、ある時に17億というふうになり、そこから設備もろもろ入れると約20億ぐらいとなり、私はさすがにその当時のプロデューサーたちにふざけんなもありえないというふうにすごく怒った記憶がありますね。どういうやっぱお店にしたいんだっていうところでみんなで共通して思ったのは、世界で一番かっこいいクラブにしようを作ろうっていうのが一番最初にあったんですよ。当時の彼らとしては、やっぱり自分たちはそのイビザみたいなものを、今まで日本にないものを作りたいんだと、世界に通用するものをしたいんだと。私もその思いもすごく理解をしていたものですから、よくよく考えて、勇気を持って、こうしようみたいな、そんな感じでしたね、やはり。はい。最初に言われたことでちょっと印象的だったのは、投資とかそういうことじゃないと、パートナーとして考えてくれと。要するに一緒にね、夢を追っかけるような立場で考えてほしいってことを最初の方に言っていただいたんですよね。要は大晦日にオープンしようって、これも一つの仕掛けで、ずっとそれを企画としても面白いんじゃないかっていうことで言って、宇野さんの最後の一言は、もうその大晦日のスケジュールは開けておきますっていう一言で、みんな感動のもう決定みたいな、そういうストーリーの中で作り始めたっていう感じですね。会議はアーティマージュ浅川君の会社でやってましたね。できるまでにやっぱり3年間かかってるんで、3年間毎週ミーティングを重ねて、できたっていう感じですね。本当に名前つけるのみんな困ってて、なんかこうぴったりくる名前がないよねなんていう時に、後藤君が「アゲハってどう?」っていう、もうその瞬間に「うわ来た!」って感じで、それかっこいいねみたいな。前にゴールドの、サウンドシステムがひばりシステムっていう名前で、なんか可愛くていいなっていう、そっからのインスパイアがあってアゲハ開業して2年近くお客さんがあんまり来なかったんですよ。それが本当に一番辛くて、あそこのアリーナでガラガラって見たことないでしょ。でもいやありますよっつって、僕仕込みの時見てますかって、違うって、営業中ライトも照明も音ガンガンで、エンマがワンワン DJ やってるのにお客さん4人っつって、あそこですごい空間だからね。で俺後ろの方でいつも見てて、いやこれとてつもないプロジェクト始まったなとはいいけど、今日お客さん4人しかいねえなみたいな。でその4人のうちの1人がこっちつか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 歩いてきて、うわなんだろうっつったら、お店の人ですかっつって、はいっつって、すいません超寒いんですけどっつって、そうだねエアコンめっちゃ効いてんねっつって、ごめんね今見てくんねっつったら、めっちゃちっちゃいメモリだって。もう数年前からアゲハ最後までやるっていうのが目指すところになったかな。この会社しか知らないですからね。それもどうなのって話だけどね。やっぱ哲さんに会うとアゲハのアリーナに立つみたいなチューニングができますよね。哲君あたりは喧嘩しました。はい、いろいろね言い争いになってみたりとかいろいろありましたけど、なんだろう、それだけ一生懸命うちらもこのパーティーっていうことにやっぱ取り組んできたし、できる男やね。いやもう気がついたら上り詰めてたっていうか、いや大丈夫だからバンバンのままで行けばいいからっていつも言ってくれて、18歳の時に何の目的もなく上京してアゲハオープンスタッフ募集って出てて、なんだこれと思って、ただ興味本位で応募したら今に至る。
なんか 2,3 年ごとぐらいに役割も変わっていったから、なんか目指すものっていうかタスクが増えたというか責任が増えたというか、俺は自分の人生だと思ってるんで。はいどうぞ。最後の曲はもう決めてて、いやまあそんなのあれしかないよねってみんなが分かってる曲が1曲あるんですよ。でそれはもちろん用意してるし、でそれやったらもう全部終わりだよって僕も思ってるから、もう楽しみにしててほしいんですよね。どういうふうに、だから今までにない終わり方なのかで、これだけ大きい場所が終わるっていうのも初めてのことなんで、その今日ね、場所ねなくなるっていうのがね、本当に去年一昨年か、うちも3店もなくなっちゃったんだけど、本当辛くて、最後の1ヶ月って本当にすごい20年の中ですごい貴重な1ヶ月だと思うんで、そんな中今日やらせてもらって本当にありがたいなと思って、もう幸せでした俺もういやありがとうございました。本当にありがとうございました。最後にアゲハでパーティーをやらないっていう話をもらって、三社の俺たちなりを最後にやれたらいいねっていうふうには思ってて、開催のきっかけは、やるんだったら、うち単体でやるよりもモグラとエイジアと月夢、要はアゲハを借りたことがある、他のクラブのオーナーさんたちと一緒に最後だし、こういうことをやっても面白いでしょっていうのをその飲んでる時に思いついて、その場で、連絡したはずですね。なんかこういうオタク系というか、インターネットカルチャーみたいなものっていうのをすげえやってよかったなってデスクに思ってもらいたいっていうのはありますね。あれぐらいのサイズというか大きさになると、どうしてもいわゆる工業的なお店になっちゃうと思うんですけど、クラブで遊んでるなって感じがするんだよね、アゲハで遊んでる時って。はい、大変お待ちどおさまでした。まもなくアゲハに着きます。忘れ物、落とし物ないように椅子の周りなどもう一回確かめてからお降りください。こう定期的に EDM のアーティストが来たりとか、僕らもドンディアブロのパーティーやりましたけど、アゲハの規模じゃなかったら呼べてなかったので、クラブシーンのビッグアーティストとかの受け皿とかになってたかな。彼がアーティストとやり取りするときに一番最初に出てくるのはキャパシティ、これは何百人入るんだ、何千人入るんだっていうときに、一番日本で大きいクラブだよ、The biggest club in Japan とかそういうことを言えば、基本的にはなるほどそこでできるんだみたいなところで話が乗っていくっていうのがあったんで、日本で一番大きいクラブってやっぱ言いますね。で本当にいろんなアーティストも来てるし、で面白いのがいろんなジャンルのパーティーをやってるよっていう、そういう話をしますね。外国の DJ も
みんなうおーって言ってたクラブだったので、アゲハだけは本当に特別です。それこそ海外ね、イビサとか行ってどこ行っても結構アーティストもクラッシュのこと知ってくれてたりとか、大箱のこうすごい華やかな演出、それがやっぱできるのって日本で言ったらやっぱアゲハだけだから、それはもう間違いないね。なんか走らないでくださいってフェスだと結構言うんですけど、それが言えるとこってあんまなかったりするんで、それってなんか気分が高揚してバッて扉を開けた時にわってなる何かがないと人間って走らないじゃないですか。何かを開けたら全然違う景色があって、それで高ぶって走り出すっていうのは多分あると思うので、なんかそういった感じで言うとそういうフェス感みたいのはやっぱクラブの中にありましたよ。21年の11月22日にアゲハ最後の海外アーティストイエロークローを招聘したんですけど、実際どういうオペレーションがあったんですか？まずはやはりその経済産業省にお伺いを立てるところから始まってですね、でやはりそのアゲハが22年1月に閉館するっていう事実はやはり経産省の人たちもすごく重く捉えてくれて、でかなりそこで前向きにやっていただいたっていうことはありましたね。まあ最後数えるにはふさわしいアーティストが呼べたんじゃないかなと。It's extra special that we had the possibility to come back at this time with all that is happening around the world. We got to play Japan, I believe the very first club show after COVID and everything, and it's not even over, so I think that's extra special. That's what they are. Yo Tokyo, how you guys feeling? It feels so good to be back, ladies and gentlemen. So there's a bunch of things you guys should know. We still go by the name of Yellow Claw. We still come all the way from Amsterdam. And we still go hard in the fucking paint right here tonight. Ladies and gentlemen, if you guys are ready for this shit, I want to see some hands up. Put them up, put them up, put them up. Eh, この日は2015年から開催しているハンガリーオゾラフェスティバルとのコラボパーティーです。僕にとってはアゲハは仕事の場所で、みんなが心を解放できる空間を作ることが僕らの仕事なんですが、僕にとって年に一度訪れるオゾラっていうのがそういう場所なんです。特別な空間、感動を日本のみんなに伝えたい。オゾラを体験した多くの日本人のそういう純粋な思いからスタートしていると思います。オゾラは1999年にハンガリーのあの土地で開催された皆既日食のフェスティバルソリプスが原点になっています。日本のシーンの先輩方もそこで圧倒されるような体験をして、実はそれを日本に持って帰ってくれていた。2000年代後半に日本のサイトランスシーンは失速してしまったけど、アゲハは間違いなく2010年代以降のシーン復活の震源地だったと思ってます。僕らが本来アゲハでやっていることっていうのも全く一緒だと思ってて、自分が自分らしくいられる空間、大声で叫んでもいい、踊ったり笑ったり泣いたり、あるがままを受け入れてくれる空間、アーティストならやりたいと思う表現をできる、そこに制約を設けなくていい空間、アゲハの価値の本質っていうのはそこにあると思ってます。
から2018これをずっとつけてて一緒に住んでるちょうどしてました閉めると上のスピーカーがちょっと特別でした、やっぱ今日は。今日は特別。なんだろうね、この完全に魔法がかかってる感じ。いや、でも悪いけど、大空もっとすごいから本当に。そう、マジで。いいですか VJ っていうのは俳句なんですよそういうのいっぱいあったな。ああいうだから物理的に映像が並んでるっていう時代でしたよね。そうそう。ここに俺の素材がある。あれ今ホルダーと。俺を持ってきた。わかる。わかる。これでも大事だったね。そうですよね。VJ って音に合わせるもんだっていうなんか既成概念みたいなのあると思ってて、でも映像が先に行っていいと思ったの僕。そうむしろその方が面白いし、その方が予想外なそう体験をできるはずだから。まあなんかアゲハって VJ のイメージ最初なかったんだよね。それこそ誠司さんがさエンマさんでレギュラーでやってた時とかやっぱ映像がなかったからアゲハはこう VJ にとっては立ち入れない場所なのかなって。まあだから、自分で言うのもなんですけど僕入ってそうだよね。そうだよね。そうだよね。そうだと思う。最終日を飾った VJ たちが有志がこう縁になって今から語らうってことなんでしょ。素晴らしい。僕はやっぱ生きてなきゃダメだっていう風なことをアゲハファイナルで思ったんですよね。エンマさんがやってるフロアで。でやっぱ最後の日のエンマさんがやってた時のフロアのあの場にいた人たちがやっぱこうまたこのボルテージの上がり方というか一夜のなんかこう共有感っていうのを作れるパーティーとかクラブがまあ10年でも20年後でもいいからまた生まれて共有感の楽しさをもう一回味わえたらいいなと僕は思いました。こうメインフロアにいる他の先輩の VJ さんたちに挨拶をしに行けるっていうのがやっぱりなんでしょう、クラブじゃないと会えないから、そういう意味では交流の場ではあったんですよ。サブフロアがたくさんある中での一つとして呼ばれていろんな人に挨拶しに行くっていうのが社交場的な感じではあったんですね。しかもそれが可能なのがアゲハはサブフロアも複数に入ってていい。そうです。メタバースから VJ を始めてる人ってフレッシュで、それが人間的な関わりであって、それがなんか VJ の文化っていうものをつなぎ続けていた。自分たち上の世代がいないんで、第一世代だからそこって分かんなかったんですけど、自分自身が思ってたことと実は近いことをね、最も若い世代は感じてるんだってことにすごい今感動してるんですよね。最後のアゲハのお別れをしに行った時にテスさんとミラーボールのミラーを剥がしたんですけど、その時にねフロアのね板もらって帰ったんですよ。特権なんですけどね。で今でも部屋に置いてあって、そこに手を置くとなんかアゲハのフロア感じるというか、ズンズン言ってた感じあるなと。でもそれやっぱどうやっても返ってこないものですし、多分今後アゲハみたいな箱ができたり、なんかアゲハ2みたいなのができたとて多分それ同じ感じにはならないと思う。でそうした時にやっぱりアゲハの最後の10年を感じて、最後まで VJ で立ってられたこの感覚を何か残していきたいなっていう。Didn't think go this fast. 多分10年更新して、でその次の10年じゃなくて
なんかちょっとずつ更新してたんじゃなかったかな。定期借家だの最長のを超えちゃったからもうおしまいみたいな。2年前ぐらいに一旦更新タイミングがあって、その時にもどうするこうするみたいな話があって、まあその時はなんとか2年の延長ができたんですけど、まあ、でもその時に1回覚悟はしたというか、こちら側からこう契約更新の条件を提示してもちょっと帰りが遅かったりとかいうようなところもあったかもしれないですよね。あそこは借地として借りて、定期借地で借りていたんで、いつも更新できるか更新できないかっていうところは我々もすごいドキドキしながら毎回あったんですけど、私自身も、その組合の方の前に行ってプレゼンテーションをしてですね、この箱が、今まで何百人を集め新規場を知名度を上げて本当にマイケル・ジャクソンまで来てって、マイケル・ジャクソンの映像まで見せてですね、さらに2年3年ぐらい前にも更新できないかもしれないっていう時があったので、一回そこで同じような経験はしていたので、心の準備はもう随分ついてはいたというか。この20年で終わったことっていうのが残念だなっていうのもあるけど、でもこれでいいんだみたいな、これでよかったんだみたいな、そういう思いが僕なんか込み上げてきたって感じですよね。So we'll make room for something new. So I'm not little anymore. Always need you. 1日の新規感染者が1万人を超えるのは初めてで、4日連続で過去最多を更新しました。36日連続で前の週の同じ曜日を上回っています。緊急事態になったらちょっと状況が随分変わっちゃうよなとは思ってはいるから、来週末は結構ギリで 50% 来る可能性はある、あり得るから心配はしないね。怖いね。最後の日のその営業の仕方っていうのは今まだうまく噛み合ってはいないですね。とにかくきれいにちゃんとして終わりたい、わーっと盛り上がったまま終わって次につなげないといけないです。いいパーティーにしますよ、もちろん。ね、本当に開催すべきなのかどうなのかっていうのは、哲さんもずっと考えてただろうし、うちの代表もやっぱすげえシビアになってて。オープンしましたね。よかった、よかったけどね、こっからだから。なんか遊びナイトって自分たち以外でやるパーティーでは一番思い入れあるかなっていうのは、なんか今回遊びシステムがもう自分たちを犠牲にしてやってくれてるから、あんな芸能事務所がもうやるしかないっしょみたいになってるから、そこに結構心打たれてるっていうか、うちへの愛情ばっかりらがすごいものになってるから。一つ自分たちだとやる目的とか意味っていうことよりもやりたいって気持ちが強かったから、結果どうなるか分かんなかったけどやってみてよかったなって。ここの場所のアゲハはなくなるけど、その後その志だったり気持ちが別の場所で絶対生まれてくると思うんですよ。死ぬ瞬間にアゲハで自分が DJ してて、お客さんがうわーってこう湧いてぐわーってこううねってる光景を思い出すんじゃないかな。東京で表現するものの最大限のアウトプット、こんなイベントをやりたいなんとかってなった時にマックスだったらアゲハだよねっていう、なんかそんなイメージですね。やるつもりいたし、やんなきゃいけないし、全員集めようと思って
やるって決断した理由は一つで、僕自身が今やらないと後悔するなって思ったっていうのが答えですね。はい、吉田敏信と申します。シャングリラっていうゲイパーティーやってて15年で、74回開催しまして、平均的には、3600人から3800人ぐらいアジアのインバウンドの方も多く来られるので、モンスターパーティーには育っていただきました。もうどこに行っても楽しみがあふれている大人の夜のワンダーランドっていう、本当に驚きと感動の空間。いろんなドラッグインがいたり、ゴーゴーボーイがいたりね、やっぱり入り口にはなんかイケメンのドアボーイがこう来てこんばんはって言ってくれるパーティーって楽しい。いつもそんなことばっかり考えてますはい、長い人生たくさんオープンもさせてきましたけど、たくさんクローズもやっぱりしてるんですよ。で20年なので、ある意味逆に言うと長い方ではあるんですね。でもまだまだとってもポテンシャルのある箱ですし、出会いがあれば別れもあるように新しくできれば当然クローズもあるということで、割り切るしかないかなと。本当に皆さん、この20年間アゲハを愛してくれてありがとうございました。そして最後こんなね状況の中でこんなにたくさんの人来ていただいて本当にありがとうございます。多分このアゲハがもう来週再来週にはなくなっちゃうんですけど、でもこの20年間の楽しかった思い出は皆さんの心の中にしっかりと残っていると思います。アゲハのことを忘れないでください。ありがとうございました。
構な音量で踊ってるような気をするんですけど、このぐらいのレベルで会話ができるんですよ。フロアに行ってもウーハーの真ん前で踊ってる人もいるし、スペースが空いたところが居心地よかったらあっち行く人がいるし、一定にしようとするとね無理があるんで、ちょっとそれでなんか全体の音がダメになっちゃうっていう。映像とかもう照明、音響、もう一番気持ちよく踊れる場所。オクタゴンバンバン響いてて、おーみたいな低音がめちゃくちゃ出るところが好きです。サウンドのクオリティですかね。すごい日本に誇るベニューだと思ってるので、オクタゴンスピーカーは360度感っていうのがまず素晴らしいです。 PA の小林さんがすごい僕尊敬していて、オープン前に小林さんのチューニングで曲をチェックさせてもらって、作りかけだったり、完成間近の曲で、それでアゲハですごいいい音鳴ってればもうそのまま納品だし、父が病床に伏せてから聞きましたので、ここでお互いなんか終わっちゃうのももったいないな、寂しいなっていうのは非常に強く思いましたね。小林さんと大変な思いをしていろいろチューニングはしてたみたいですが、結局音が決まらずに、あれは俺にとっては黒歴史だと言ってて、自分で設計してればなとは言ってましたね。こんだけスピーカーあると、そのスピーカーとスピーカーのから出た音が干渉するっていうか、変に合成するんですね。であと下向いて反射した音とこっちから出た音とまた干渉してみたいのがあって、大変これこれ見てる人ね、スピーカーいっぱいつっちゃダメです。めっちゃ難しいです。結局父にとってもそのオクタゴンスピーカーっていうのは最後の最後まで挑戦だったと、チャレンジだったと思うんですよね。そういった意味ではその父も最後やっぱりやり残しは感じながら行ったんだと思いますね。全然だから満足はしてないんですよ。20年経っても誰かこれ本当にうまく鳴らせる人がいたら尊敬しちゃうな俺。クラブの照明ってずっと見てるもんじゃないなって思ってて、はってその一瞬だけでも照明を見た瞬間にはって何か感じるものが作れるようにはなんかしてます。やっぱクラブって変な話、ちょっと非現実を売るような場所なので、照明的にも非現実的な方が面白かったりもするし、緊張と緩和、本当に暗くて個にはめる時もあれば、わーっと明るくなってみんな楽しいねって笑顔が見えるぐらいの明るさもありだし、お客さんがなるべく疲れないように明るさの照度であったり、あとは展開のつけ方のスパンであったりっていうのを調整することによって、その辺はメリハリっていうのをつけてました。DJ にももちろん合わせますけど、お客さんの気持ちにもなんか合わせて照明変えたりって、してて、確かに照明というよりも環境づくりみたいな。まあ寂しいですよ、やっぱりどんな規模にかかわらず、やっぱ自分がね、やっぱホームグラウンドとして仕事としてやってる場所だから、やっぱなくなっちゃうのは悲しいよね。アゲハですね。
生活ですね。もうこんなに長いことを一つのことを楽しめたことっていうのは多分ここでの証明しかないなと、人生の中でこれしかないと思って、他には変えられないものでしたね。もともと自分の中でゴールドがでかくて、ゴールド1年ちょっとしか関わってないにもかかわらず、ゴールドのクローズの時の気持ちが強いんですよ。なのでアゲハが終わるのも実はそんなに大したことを思ってないと思っていて、自分の中でもまたアゲハが終わることによって大きな穴が自分の中に開いてしまうのが怖いっていうのも実はちょっとあったりだとかして、何とも言えない感じでしたね。はい。僕らは離れ離れ本当にいつもありがとう。目立ちすぎてごめんね。可愛い子はしてよこう。かっこいいやつらみんなフレンズ。僕はハルミ1年後ぐらいにもう抜けたんだけど、その頃からもうずっと新木場にこういう箱作るんだっていうので、新木場みたいな感じだったんですけどね、当時。スタートはハウスとかテクノ中心でやってて、なんかヒップホップとか始まるのは結構2年後とか結構遅い時期だった。ウォーターバーだけど最初やってて、でそれがもうやっぱもうパンパンになってて、で当時ね最初はラウンジみたいな設定で進めたんだけど、全然やっぱ人が入るんですよ。やっぱレゲエのカルチャーでやっぱ外でやるっていうか、壁も天井もないとこで爆音かけるぞみたいな、そういうのってねたまにやるフェスぐらいしかなかったじゃないですか。それを毎週毎週体感できるっていうのも良かったと思うんですよね。あんまり多く語らないんですけど、ジュンさんってやっぱり日本でどんどんヒップホップのパーティーを大きくしていった人だと思ってますね。優れたオーガナイザーでもあり、パーティーピープルでもあり、プロモーターとしては抜群の才能もあるし、センスもあるし、もう見習うとこしかないです、本当に。時間とかがいいかな。1時から1時15分とかで一発で。でもいろんなガイタレね、毎月ガイタレ呼んでた時期もあったし、ジャマイカ人もいっぱい呼んでたし、すごい久しぶりにあんだけのヒップホップで熱狂を作れたのはすごい良かったなと思うし、あんだけのラインナップが出てくれたのもね奇跡的だし。Yes sir, your body 任せろ leave it to me. Yes sir, 日が吹くビートを give me to me. Yes sir, 言い聞かせるんだぜ we can do it. Yes sir. マジこれでここでライブするの最後とかって思うとちょっと嫌だよな。遊びにしようと演者が楽しそうにしてるのはすごい俺も楽しいかな。でも何回かあるのよ。もうすごい箱がもう一体になる、数千人が3000人4000人5000人がうわーっと一瞬なんかゾクッとする感じがあるのね。それってそんな毎回ではないんだけど、それを一回味わっちゃうと大箱ってやめれねえなみたいな。こうやって最後俺たちにライブさせてもらってすげえ光栄です。女の子愛してます。特に気をつけた女の子。やめろ。
普段と変わらない最終回ですよ今日。あれなんかヘリウムみたいになってるよね。潰れたんだよね。ヒップホップ系なんかだとさ、ガムが意外と多かったりする。そうなんですね。ガムがさ、今日とかはどうでした？ヒップホップでした？今日綺麗だよ。ああ、いいね、よかった。お客さん、いいお客さん。いいお客さん。世の僕 D が一番持ちやすいし、4点がしっかりしてるし、一番好きですね D が。はい。こっち側では大丈夫なんですよ。いけてますね。はい。各フロアオープン状況いかがでしょうか。オンタイムでいけますか。昨日でちょっとね、体がね、やられちゃいましたね。やられちゃいましたって、酒ですか？酒っつうか、なんか疲れた。とりあえず。どっときた昨日。60センチぐらい DJ ブース側に寄せたいっす。最後の1ヶ月は今までのアゲハのヒストリーを振り返った時に誰があそこにいるべきかみたいな。いつかこの時は来るのかもしれないけど、もう来ちゃったかっていう。実感というか、その話聞いた時はやっぱり愕然としましたよね。この箱は間違いなく語り継がれる伝説になるんですよ。そうです、そう、この規模ですからね。この規模で20年っていうのはやっぱりちょっと、尋常じゃないぐらい大変だと思うんですけど、なんかでもいまだにさっきもいろんな人と話したけど、本当になくなっちゃうのとか。唯一無二でリードしてたのは間違いないね、本当に。で、若い子に対しての遊び方のスタイルの新しい遊び方のスタイルの提示をした箱であることは確かだけど、でもやっぱり日本を代表するクラブっていうことだと思います。一言。本当に自分がのホームっていうのは世界の中でこれだとアゲハだって思ってたんで、数えきれないぐらいやらせてもらったんで、本当に断片的に本当にいろんな思い出がいっぱいあって。僕の中で終わりが一番きつかったのがやっぱり自分の母親が亡くなった時で、亡くなったってことは受け止めるんだけども、そのことに対するリアリティっていうのは感情的にはなかなか分かんない。その時が来て自分の母親が亡くなって、
僕はじゃあもう母親なしで生きていくんだなっていうことは頭で分かっていても、その心の痛みっていうのはすごい後からやってくるんですよね。ここでプレーできた、またそれをプロフィールにかけるっていうことは、日本の DJ の中ではもう一番誇れるというか、本当に一番いいプロフィールになるベニューだと思ってるので、もうファイナルステージですね、ここが。すごいよね。アゲハなんか僕ら的にゴールだしスタートでもあるみたいな、そんな場所かなみたいな、やっぱナンバーワンのクラブだなって僕思うし、今月でアゲハが終わります、20年ありがとうございましたって言われると、ご苦労様。でもそのなんていうのかな、辛さっていうのはきっとこれからアゲハが解体されて瓦礫のようになって、である日見たら更地になってて、ここにアゲハがあったんだよねっていう時に本当にすっごいショックがやってくると思う。その時に一番いかに失うべきではなかった、失ってはいけなかったものっていう悲しさがやってくると思う。それを僕はみんなよりも早くもう感じてる。腕も全然新しいも出てない。アイランドバー愛してました。いやでもすごかった。すごかったよね。最後すごかったよね。すごかった。すごかった。いや皆さんわかります？わかんないよね。これも違う。とりあえず踊り続けて、答えは踊り続けることの中にある。以上。
階段上ってお客さんいる？前寄りの方。20年前に踊った人たちと20年前に生まれた人たちが共演する、これが楽しみです。みんなお客さん帰んないんじゃねえの？だって絶対朝までやるってみんな思ってるよ。いやいや、江本さんがやれば帰るでしょ。帰れないんじゃないかな。帰れんのかな、エマ君。サービス精神あるからな。大丈夫です。昔の仲間がいないから。前に誠司さんとか。ああ、そっか。あ、でも分かんないじゃん。来るかもしれないじゃん。はい。それではフロントオープンします。よろしくお願いします。じゃあ楓リップと 3days チケットのお客様は呼びかこの子にアゲハをちょっと見せたかったっていうのが、大きくなった時に一緒に行ったんだよって言いたかった。結構悩んだんですけど、グランドファイナルっていうことだったので、どうしても来たくて来てしまいました。迷いました。朝まで迷ってました。僕もアゲハで働いてたんで、最後こういう配信があるとかっていうのは全く思ってなかったんで、でも結局現場のことも分かんないとこういうのもあんまりこうなんつったらみんなが響くようなところ、そういう配信を作らないと思うんで、もう皆さんこんなチームがいっぱいいるんで、まずは僕らはじゃあ配信を頑張りますって感じですね、今日。基本パーティーするとこなんで、めっちゃ楽しむとこなんで、まだ悲しみとか寂しさとかは受け入れないようにしてますけど、子供が帰る時間になったら帰らせて、その後は大人で最後はちゃんと見送っていこうと思ってます。2ヶ月ぐらいこのことばっか考えて音楽聴いてたっていうか、だからすげえ気合入ってます。アゲハってみんなの憧れの場所だったと思うし、ここでやったらもうどこにでも挑めるっていう場所だったと思うんですけど、アゲハが与えた影響っていうのはもう本当になんだろう、イコール日本のクラブカルチャーそのものっていうか、まあ俺は俺なりにいいバトンは渡せたんじゃないかな。まあそれが俺は、別にアゲハスタッフに対しての俺からの最大の感謝。なんか一つの時代が終わっちゃうんだとか、平成が終わりますねみたいなのよく見ますけど、そうじゃない。そんな安っぽいもんじゃないですよ。そんな安っぽいもんじゃないです。自分たちの人生かけてきてるもんだから、何かが終わるっていうことではないです。ここから始まんなきゃいけないんで、みんなそれぞれね、これを音楽に落とし込む、作品に落とし込むっていうのが僕らものを作ってる人間のずっとやっていかなきゃいけないことだし、それが僕好きなんです。だから諦めたくないから、最後までこういう気持ちでやりたいなっていうのはありますね。Give me light, sexy days, sensual night, there ain't no way you'll be gone, as I'll be here still, holding on. Baby, it's been so long, and it could be tonight. Hour after hour, so long day after day, so long year after year after year, and now we're here. My
オープニング山田オーナーです。オーナーです。ありがとうございます。メンバー。俺も楽しい夢を見させてもらいました。ああ。俺泣いちゃったよ。俺はね、泣かない。親父は泣かない。エンドロールになる。どうしたらいいの？踊り続けた先に答えはあるの？それはあるの？ある。昨日言ってたけどあるの？あー出ちゃったよ。もう入れねえのか。全部帰るのにして夏にともかく大空に行くっていうでそこにできるだけ日本人をいっぱい連れてくるようにしたいし、まあそれも一つプロジェクトにできればいいかな。テナントの管理は再就職希望。20日付でまだ退職して大阪に戻ります。数ヶ月経けながら何しようか決めた。江口さんにもオーバリンにも前には言ったことあるけど、まあ、なんかアゲハ終わったら東京にいる意味ねえなぐらいの言ってたし、まあ東京に実際未練もないんだけど、いやともかく僕29日も30日も僕のこの丸14年のアゲハの人生の中で一番楽しい2日間です。わー話桃井さんは、クラブを卒業して、まあ、俺も北海道なんですけど、北海道に帰ってきたのってなんとなくどういうイメージなんですか？人生はそんな長くないってことを自分で肝に銘じると、なんかやっぱり動きがちょっと変わってくるっていうか、なんか最近それ考え始めました。本当。もうアゲハしか頭になかったけど、それ以外を考えれる余裕ができてきたというか、そうね、北海道民はね、鮭の DNA が全員埋め込まれてるんですよ。それはね、なんか俺もこの年になってよく分かって、より多分年を取れば取るほど帰ってきたくなる。若い時に登りますもんね。そう上流まで行きますもんね。鮭ね。鮭。いや、鮭ですよ。いい例えです。あなたも鮭ですよ。俺も鮭ですか？鮭ですよ。本当に。うわ、すげえ景色になった。
うわ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 。そういう意味で言うとね、関口さんとてっちゃんと僕でもうキャラクターも違えば考えてることとかも本当違うから、アゲハとしてのあるべき姿みたいなものと自分とのこうバランスを取りながらそれを落とし込んでいくみたいなことを今こうずっと日々考えたり、まあ書いたりとかしてるみたいな感じ。新木場のとしてやるアゲハとのプロジェクトはまあ一旦終わったんだろうなっていう感じ。オープンと閉店はもう何回も繰り返してるから、だからその中の一つだろうなって思ってて、哲にも「俺多分泣けないけどいい?」って言ってたんだけど、もう全然とんでもない。やっぱ20年とかこのアゲハのなんか歴史っていうかすごいのしかかってきて、なんかおーって感じになっちゃったし、アゲハの名前ブランドは使っていけるので、まあ新しいフェスなりクラブイベントなり今日もアゲハでやってきてくれたもう僕のサポートしてくれた子たちも連れてきて、まあみんなもう本当にアゲハの同窓会って感じで、これセッティングするの大変だったんですよ。まあでもなんかあれでしょ、アゲハっぽくなってるでしょ。なんか今回用に VJ ブースまでこんなにセットアップしてもらって、もうこれぞアゲハだなっていう感じがしてます。いやなんか新たな始まり感は俺すごいこれにはこの今日のアゲファーレには感じてますけどね。このカルチャーはきっとまだまだ続くだろうし、アゲハは多分もっといろいろやってくれると僕は期待してるし、僕は協力を惜しまないし一緒に頑張っていきたいと思うんで、アゲハはフォーエバーやなと改めて感じました。いいフェスで間違いなくアゲハ。そうですね、アゲハ一番アゲハっぽかったフェスかな。安藤の顔がすごい。いや安堵というかみんな楽しそうだったからね。それでいいっす俺は。もうとりあえずは第一章は多分どちらかというとアゲハの中に俺がいるだったけど、第二章はアゲハと共にじゃないかな。アゲハに育ててもらったけど、アゲハに生かしてもらってたけど、アゲハを生かす番かな。All we need is a better world, yes. Calling all my brothers, calling all my sisters. It's time to come together.
Spreading love is overdue. We got to save the children, teach them of a brighter day, give them hope for a future, show them all a better way. If we all pull together, I know we can make this world a better place. Spreading joy, spreading love, spreading peace throughout the whole wide world. All we want is a better world, a better world. All we want is a better world for you and me. All we need is a better world, a better world. All we need is a better world for you and I. All we want is a better world, a better world. All we want is a better world for you and me. All we need is a better world, a better world. All we need is a better world for you and I. Oh, yeah, yeah, yeah. All in the box, sisters and my birthday. Oh, yeah. I believe in miracles, and I believe that dreams come true. Everybody sharing love, living their life with a better view. You and I can make a change. If we try, we could start anew. We must know we all are one, yes. I believe in you, and you believe in me. If we all pull together, I know we can make this world a better place. Oh, yeah. Spreading joy, spreading love, spreading peace throughout the whole wide world. All we want is a better world. All we want is a better world for you and me. We can do it. All we need is a better world. All we need is a better world for you. We gotta pull together. All we want is a better world. All we need is a better world. A better world. All we need is a better world.